こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2026年6月に開催されたサマーゲームフェストやステートオブプレイなど多数のショーケースでお披露目された Xbox の最新作を発売日順に並び替えてご紹介します。発売日初日からゲームパスに対応するタイトルにはゲームパスのロゴを記載していますよ。怒涛の対策ラッシュ。ぜひ最後までチェックしてみてください。スクリーンバウンドの発売日が9月10日に決定しました。発売日初日からゲームパスに対応します。本作は 2D の携帯ゲーム機の世界と 3D の世界が同時に存在する世界初の 5D アクションプラットフォーマーです。2D と 3D とを行き来することができるって作品は過去にもありましたが、両方が同時に存在していて、操作すると両方ともが同時に動くっていうのは確かに初めてかもしれませんね。例えば携帯ゲーム機の方にはドアやコイン、敵などは存在するけど 3D の方では見えていない。だけど操作すると携帯ゲーム機側も 3D 側も両方が動くので、常に両方の画面を確認しながら進めていくって感じ。いわゆるデュアルフォーカスゲームとなると明かされています。PV 見てるとすっごい面白そうですね。ゲームパスにも対応しますし、めちゃくちゃ楽しみです。デューンアウェイキングの発売日が9月22日に決定しました。発売日初日からゲームパスに対応します。映画デューンを題材にしたオープンワールドサバイバル MMO です。本作では広大な砂漠を舞台に資源や物資を集めてクラフトや建設を楽しみながら探索を行っていくこととなります。こちらは MMO であるもののシングルプレイモードも搭載され、一人で遊ぶこともできると明かされています。コントロールレゾナントの発売日が9月24日に決定しました。定価7950円です。アランウェイクやクォンタムブレイクでおなじみのレメディエンターテインメントが手掛けるコントロールの続編ですね。本作では前作から7年後の世界を舞台に前作よりも激しく進化したアクション性の高いバトルを楽しむことができます。何よりも前作は日本語字幕のみでしたが、今作では日本語音声にも対応する予定とのことです。前作は正直字幕のみなのもあってかストーリーが全然わからなかったので、音声に対応するのはとても嬉しいです。ちなみに前作は現在追加 DLC も含めてゲームパスに対応しています。未プレイの方は続編の前に試してみてはいかがでしょうか。鬼武者ウェイオブザソードの発売日が9月25日に決定しました。定価8990円です。カプコンが送る鬼武者シリーズ20年ぶりの完全新作です。主人公は宮本武蔵。本作では江戸時代の京都を舞台に玄魔を討伐し、激しい剣撃アクションを楽しむことができます。いわゆるソウルライクや高難易度ゲームって感じではなく、幅広いユーザーが楽しめるアクションゲームとして開発されている作品です。なお今作は体験版が現在 Xbox ストアにて配信中です。体験版のセーブデータ自体は製品版に引き継ぐことはできませんが、プレイ特典のアイテムが用意されています。気になる方はぜひ。新三国無双2 with 猛将伝リマスターの発売日が10月1日に決定しました。定価7480円です。PS2 でリリースされた新三国無双2と猛将伝の2作のリマスター版です。今作は映像が大幅に進化しているだけではなく、回避やジャスト回避、カウンターアタックなど新たなアクションも多数追加。さらに最新作である新三国無双オリジンズの主人公も参戦するなど、もうリマスターというかリメイクじゃないってくらい力が入っている感じがしますね。画面分割での協力プレイにも対応しますよ。レイマンレジェンドリトールドが発表されました。10月1日発売、定価5600円です。2013年にリリースされたレイマンレジェンドのリメイク版です。リメイクにあたって最新の 3D グラフィックへと大幅に進化し、フルボイス化を実現。
また、新たなる4つのステージを追加しているだけではなく、ゲームシステムの方にも改善が施されていると明かされています。さらに今作には、レイマンオリジンエンハンスドエディションも無料で付属することが決定しています。オリジンの方は 4K60fps に対応するだけではなく、ビータ版のみに収録されていたコンテンツも収録するとのことです。名作アクションゲームが帰ってきますね。めちゃくちゃ爽快で大好きな作品なので嬉しいです。エンド・オブ・アビスの発売日が10月1日に決定しました。定価3648円です。こちらはリトルナイトメアを手掛けた開発陣の新作となります。薄暗い地下施設を探索していくリトルナイトメアと同様にホラー色の強いアドベンチャーゲームですね。本作の特徴は銃を用いたクリーチャーとの戦闘の要素があるという点。さらに武器のアップグレードを行うことも可能とのことです。リトルナイトメアは逃げたり隠れたりが中心のゲームだったので、本作で戦闘の要素が加わり、どんな手触りになるか楽しみですね。エースコンバット8の発売日が10月2日に決定しました。定価9720円です。Xbox One でリリースされた7以来、久しぶりのナンバリング新作となりますね。シリーズ30周年記念タイトルとなる今作では、臨場感あふれる空の世界を縦横無尽に飛び回り、多種多様な兵装を駆使して爽快なドッグファイト体験を楽しむことができます。さらに今作には予約特典として2006年に PS2 で発売されたエースコンバット0の Xbox 版が無料で付属することが決定しています。現時点ではこのエースコンバット0は通常販売される予定はなく、エースコンバット8の予約特典でのみ購入できる作品となっています。なので0を遊びたいという方は予約して購入をしましょう。ストレンジャーザンヘブンの発売日が2027年1月15日に決定しました。発売日初日からゲームパスに対応します。龍が如くスタジオが送る完全新作ですね。本作は5つの時代と5つの都市を舞台にした50年にも及ぶ壮大なストーリーが描かれるアクションゲームです。舞台は福岡に広島、大阪や静岡、そして東京の新宿。伝統の方では動乱の時代の喧嘩の生々しさをリアルに再現した激しいアクションバトルを楽しむことができます。とにかく出演キャストもメインテーマも何もかもがあまりにも豪華すぎる本作は発売日初日からゲームパスでプレイできます。リリースがめちゃくちゃ楽しみですね。トゥームレイダーレガシー・オブ・アトランティスの発売日が2月12日に決定しました。定価8250円です。初代トゥームレイダーのリメイク作品です。開発にはアンリアルエンジン5が用いられており、映像だけではなくゲームプレイの面でも全面的に再構築されていると明かされています。具体的にはオリジナルと同様のエリアでありつつもセミオープンワールド化していて自由な探索を行うことが可能に。また、パズルや戦闘の要素についても現代風に一から作り直されているとのことです。トゥームレイダーはさらに今後、完全新作の発売も決定していますし、2作ともにリリースが楽しみですね。クラッチが発表されました。2027年春発売予定です。元フォルツァホライゾン5の開発者の方が手掛ける新作オープンワールドドライブゲームです。制作はフォルツァホライゾン5の開発後から始まっており、アンリアルエンジン5で作られた美麗な映像が特徴となるとのことです。特に車両のモデリングやディティールへのこだわりが強いとも明かされていますね。フォルツァホライゾンとの明確な違いは、本作の方はストーリーを重視したタイトルであるという点、2人の天才レーサーの物語、そして暗い闇の世界のお話なんかも描かれるとのことです。こちらも続報が楽しみな作品ですね。ファイナルファンタジー7リベレーションが発表されました。2027年春発売予定です。FF7 リメイク3部作の3作目、すなわち完結作となるタイトルです。
2020年に PS4 で発売されたリメイクシリーズもいよいよ最終作品となりますね。3作目では飛空艇が登場し、マップサイズはシリーズ最大規模のオープンワールドに、飛空艇からパラシュートを利用して上空から目的地へ向かうこともでき、まさしく広大な世界を自由に探索できる RPG となりそうですね。また、新たな要素としてキャラクターのコスチュームを変更するウェアシステムが追加。こちらはただ見た目が変わるだけではなく、黒魔導士の衣装を着ると黒魔法が使えるようになるなど、衣装に応じて技や能力が変わると明かされています。ジョブシステムみたいな感じになるのかな。 FF7 リメイク発表された当時はいつになったら完結するんだって思ったりもしましたが、ついに最終作まで来ましたね。ガンダムローグオービットが発表されました。2027年発売予定です。本作はハイスピードかつ自在な高機動バトルを体験できるアクションゲームとなっていて、広大な宇宙を舞台にした壮大な物語を楽しむことができます。現時点では主人公の青年が相棒のハラと共に未知の敵の脅威へと立ち向かっていく物語になると明かされており、オンライン対戦ものという感じではなく、ストーリーを重視したタイトルとして開発されているようです。ハイスピードなガンダムって珍しそうな感じですね。バイオハザード RE ベロニカが発表されました。2027年発売予定です。2000年に発売されたバイオハザードコードベロニカのフルリメイク作品です。次はバイオ5のリメイクかなと思っていましたが、ベロニカの方が来ましたね。今回のリメイクではオリジナル版の体験を大切にしつつも、ストーリーを再構築しており、現代のプレイ感で楽しめる作品になっていると明かされています。RE シリーズは2と4がものすごいいいリメイクでしたが、ベロニカは果たして続報が楽しみですね。モンスターハンターワイルズアセンダンスが発表されました。2027年発売予定です。こちらはモンハンワイルズの大型拡張 DLC です。ワールドのアイスボーンとかライズのサンブレイクにあたる作品ですね。今回のアセンダンスでは全ての武器種に新しい攻撃や連携が追加されている他にも、機動力やアクションが強化される新要素、ブーストブレイサーが追加。その他にも新たなモンスターはもちろん、空に浮かぶフィールドも新しく加わると明かされています。ジェン・アトラスが発表されました。イコやワンダと巨像を手掛けた上田さんによる最新作です。2年前に初公開された時にはタイトル名が明かされていませんでしたが、今回正式にタイトルがジェン・アトラスになると公表されました。詳しいゲーム内容は明かされていないものの、PV では巨大ロボットの体を登るシーンや銃での戦闘、またロボット同士のアクションバトルなども見られますね。壮大な世界での冒険に期待が膨らむ作品です。進撃の巨人3が発表されました。漫画進撃の巨人のゲーム化作品ですね。前作2から9年ぶりの続編ということで、かなり久しぶりの新作です。開発は過去作同様、無双シリーズでおなじみのオメガフォースが担当。漫画がすでに完結しているということもあってか、本作では原作の物語を最初から最後まで体験できる集大成となる作品になると明かされています。ちなみに前作の Xbox 版は日本国内では未発売、海外のみでリリースされましたが、今回の最新作は日本国内でも発売が予定されています。Xbox One の頃は国産タイトルが日本では発売されないってことが多々ありましたが、今ではその問題も解消されて本当に良くなったと感じますね。エイリアンアイソレーション2が発表されました。2015年に Xbox One でリリースされた SF サバイバルホラーゲームの新作ですね。今回実に約12年ぶりに続編が登場する形となります。前作ではキネクトのマイク機能を利用することで遊んでいるリアルの生活音とか声とかに反応してゲーム内のエイリアンが襲いかかってくるっていう、今思うと面白いシステムを取り入れていたんですよね。
今回かなり久しぶりの新作ということもあって、よりパワーアップした美麗な映像で恐怖体験を味わうことができそうですね。そして最後に ROG からは Xbox 以来 X20 が発表されました。昨年発売されたハンドヘルドゲーミング PC Xbox 以来 X の最新モデルとなります。今回の新モデルではより大画面になった 7.4 インチの有機 EL ディスプレイを採用している他にも、よりスムーズに動作する TMR スティックや動作性を改善した方向パッドを備えています。その他、メインメモリやストレージなどは既存の Xbox 以来 X と同等とのことです。早くも新型の発表かとも思う今製品。また続報を待ちたいですね。ということで今回は2026年6月に開催されたサマーゲームフェストなどでお披露目された Xbox の最新作をご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、それにレビューなどを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。あと X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。